今回は最近の購入品を紹介していきます。大阪万博に初日と2日目に行ってきたので、万博で買ったものもいろいろ紹介していこうと思います。私が着ているこちらの T シャツ、ミッフィーのかわいい。かわいいよね。これ後ろが可愛くて見えます？見えた。オランダパビリオンって書いてあるの。めっちゃ可愛いじゃん、カタカナで。で、私身長が153から4ぐらいなんですけど、キッズの130買いました。キッズの一番大きいサイズです。これなんかね S サイズとか迷ったんですけど、 S だと結構メンズの S みたいなサイズ感してて、でレジで「私これ着れますか?」とか言って、レジのなんかお姉さんに聞いたら「ああ、オッケー」みたいな感じだったからまあいけるんじゃねみたいなノリで買ったんですけど、全然いけましたね。はい、かわいいよ。ヌッキーです。あとがなんかまあ動画で紹介した通りでいろんなものがあるんですけど、いろいろいこうかな。はい、オランダパビリオンで買ったものがまずこちら、これ動画で紹介したミッフィーです。これはミッフィーの人形は大きいのとちっちゃいのとあって1個しか買えなかったので、私はオーブを持ったミッフィーの大きいバージョンにしました。それあなたが持ってた玉？あ、そうだよ。これがね4900円です。と何めっちゃ可愛くない？なんかオランダってこういうなんか可愛いのにね包んでくれたんですよ。やっぱその国のあれだね。ね、可愛い。めっちゃおしゃれだよね。おしゃれ。で次に買ったものがじゃーん。何ですか？磁石。あ、磁石なんだ。でこれね1個1500円。ほら、日本とオランダ。それもこの前撮ってたやつだ。そう、この前撮ってたやつ。なんかもう迷って決めれなくて可愛すぎない？可愛い。これは冷蔵庫に貼ります。で次がこれ何みたいな。ゴミ袋？あ、ゴミ袋。前回の動画でゴミ袋と私が発してしまったやつでございますこれ多分オランダのブランドなんだと思うんですけど、こちらで私はこの色にしました。めっちゃいいサイズで、これコンビニ行くサイズの。確かに500のペットボトル入るしね。入る。色超可愛くない？可愛い。なんか私もう最後コインロッカーに預けた後これだけ持って回ってました。これが4400円。ちょうどコンビニ行くなんかこういうレジ袋欲しくて、めっちゃいいサイズあるじゃんと思って。多分エコバッグって言うんじゃない？あ、エコバッグですね。はい。エコバッグというそうでございます。マジでおもろいね。を買いました。とこれも買いました。もうなんだろう。あれあれれやっぱりなんだろうね、これ陶器の飾り物です。なんか招き猫の横とかに置こうかな。確かに高そう。これがね一番高かったかも。これが5900円。なんかお土産にって感じです。次がですね、お次に以前の動画で次に紹介してた、赤十字のパビリオンで買ったものです。もう使っちゃってるので、これムーミンの水筒。かわいい。めっちゃかわいい色。めっちゃかわいいよね。色もかわいいし絵もかわいいし、これがね3300円。安いね。ミッフィーたちと比べたらいかにお手頃なのかという。これもう私使ってます。お水入れる、なんか全然こぼれないしめっちゃいいサイズ。これが350入るやつですね。を買いました。あとはこれもアラビアと、イッタロのなんだ、イッタロのアラビア。これが何かっていうと、もうこれも全部もう同じですよ、絵柄もはい、
絵柄同じです。これがねミニプレート2000円、2200円。何それ、何に使うの？なんかわかんない。お菓子と茶菓子、お茶菓子をこちらに乗せていただこうみたいないいねやつかな。あとはこれもう箱からかわいい。もうはい、もう同じ絵ですよ。はい、さっきも見たね。はい、同じ絵です。じゃーん。めっちゃ可愛い。ムーミンマグ。ムーミンマグやっぱこれ80周年のコラボで赤十字とコラボなので、まあなんか持っといて損はないかなっていう。これ3960円。へえ。まあなんかムーミンマグのとこれねこれはもうね、もう冬まで封印ですよ。オーナメントかわいい。これはクリスマスツリーにつけます。めっちゃ楽しみね。こういうのをさ、次の冬はツリーにたくさんかけましょうよ。はい、これ2200円。おそらく多分これ万博じゃなくても買えるグッズだと思うんですけど、一応なんか大阪万博でしか買えないムーミングッズも売ってて、なんか前の動画で見せた通りハンドタオルとか、あとレジ袋、なんでエコバッグもあったんですけど、なんかまだ入荷してないって言われて初日買えなかったんだよね。っていう感じです。あと万博で買ったものがこちら、微生物のキティちゃんのグッズなんか1個欲しいなと思って、めっちゃ可愛い。キティちゃんのなんかピンバッジいいじゃんです。おそらく会場内で一番安く買えるミャクミャクがこれ。ミャクミャクの人形って多分本当にちっちゃいキーホルダーでも3000円とかして、このサイズだともう 4,5 千するのよ。でね、これ私どうやって買ったかっていうと、動画でお見せした日本館のちょっとプレハブみたいなグッズ売り場があって、その隣にミャクミャクくじ引きプレハブみたいなのが立ってるんですよ。で1等ミャクミャク、2等ミャクミャク、3等ミャクミャクっていうもう何を引いてもミャクミャクしか当たらないくじがそこにある。そのくじが1回2200円で、私ミャクミャクのくじだから500円ぐらいノリで並んだの。そうだね。500円ぐらいノリで並んだら2200円ですって言われて、2200円みたいなでも並んじまったしなみたいな感じでまあはい買ったんですけど、多分これが一番安いミャクミャクだと思う。確かに。でこちら3等です。もう最下位で、なんか2等がまあこんくらい、1等こんくらい、サイズはこんくらいのミャクミャク当たってもねって感じだけど、そうだね、持って帰るの大変そう。まあいいサイズのミャクミャクが2200円でゲットしましたね。でもよくない？そのワクワクも楽しめてミャクミャクももらえるワクワクも楽しめてミャクミャクももらえるってはいっていうやつです。とこれあなたにお土産で買った超嬉しいミャクミャクなりきりフェイスパック。これなんかたこ焼きの絵とかついてる。たこ焼き？本当だ。大阪の？新幹線とかで売ってるのかな？新幹線とかで買ったよ。そうなんだ。最後に買った。めっちゃ可愛いやん。なりきりフェイスパック。これいろいろあって、キティちゃん、クロミちゃん、ポムポムプリン、シナモンロール。めっちゃ可愛い。まあなんかマイメロにしてみた。なんか結構やばそう。楽しみ。はい、っていうやつ。ありがとうございます。が大阪の万博で買ったもの、はいです。で、まあその流れで最近の購入品をいくつか紹介していこうと思います。もうデカデカ気になってると思うんですけど、かわいい。やばい。ちかわ。これもう買ったっていうかもう UFO キャッチャーで撮りました。最近多分これ UFO キャッチャーで撮れるんで、手短すぎてかわいい。行ってみてください。私 UFO キャッチャーめっちゃ行くんですけど、ここ掴んで待ってね、こうやって動かしてって3本アームとかだと思う。ここと1個はこっち。へえ。で
これでつながって最後もこうバーンってこうカーンってやる感じ。それ何円ぐらい課金したの？私なんで今回これ言ったのかっていうと義語ゲーセンのね、義語の課金ユーザーなんですよ。でUFO キャッチャーのチケットがたまりまくってて期限切れると思ってなんかクーポンだけで取ってます。すごっ。それで取ったやつです。かわいい。とこれめっちゃ買ってよかった。それめっちゃかわいいよ。これなんか大阪万博の動画でコメントくださった方何人かいらっしゃったんですけど、マリメッコのカバンちょうど4月にこれ多分出たばっかりの新作で、たまたま私インスタでね見てて可愛いなと思って、なんかフラッとお店に入ったらやっぱ可愛くて、なんかお姉さんにこういう風にかけれるよって言われて、このかけ方できるんだったら結構楽かもと思って買いました。体にフィットタイプ。そう、体にフィットタイプでパソコンも入るし、はい、こんな感じ。ちょっとなんか私もうすでに汚しちゃったんだけど、これマリメッコって書いてあります。で、中もなんか一応このリボンがついてて、こんな感じ。これ結べるようになってるので、すごくいいし、多分これ洗っても問題ないと思うので、ガンガンガシガシ。いろんな柄があるんですね。そう、なんかねオレンジバージョンと迷って、なんかでもやっぱコーデ的には絶対こっちの方が使いやすいだろうなと思ってこっちにしました。めっちゃかわいい。4万いくらだった気がしてますっていう感じでございます。はい。で次ちょっと一旦この辺を整理しよう。次に紹介したいのがここにあるこちら。これなんかお友達からいただいた沖縄のキャンドルなんですけど、まだ開けてない、届いてから開けてないので開けまーす。お、やば。この紙も、うわー、すごい。何これこっちキャンドルじゃなくない？開けた方間違えたかも。何？これ多分ディフューザーだね。めっちゃ可愛いじゃん。石がいるよ。石にアロマ垂らすんじゃない？なんか鳥の羽もある。可愛い。多分そっちキャンドルだったわ。これキャンドルだよ。可愛い。オレンジ、ラベンダー、ゼラニウム。めっちゃおしゃれじゃん。何これ？じゃじゃーん。ごめん、鳥の羽取っちゃった。おしゃれ。何？これ何？ソープなのかな？めっちゃ可愛いじゃん。こんな書いてある？ごめん。情報ちょうだい。ない。それ何？これなんだろう。めちゃくちゃおしゃれ。怖い。うわ、すごい。顔やんこれ。顔よ。月になってるの。かわいい。すごいかわいい。バカいい匂いする。ほんまや。びっくりした。めちゃくちゃいい。かわいいね。これもちょっとなんか嗅いでみたいな。いいね。アロマって感じ。これはミヤっていうミヤってあったかな、沖縄なんだね。沖縄のミヤっていう、ちょっとインスタ貼っておきます。これ見たい。ミヤキャンドル38で、はい。でなんか本当にもうここにこれだけではなくて、本当にめちゃくちゃすごいたくさんあって、今ここにお見せしているアイテムだけじゃなくって、沖縄に行くと体験ができるんですよ。キャンドル作りとかね。ですごい私それ気になってて、で今回なんかそれを送っていただいて使ってみようかなっていう感じです。なんか沖縄からねもう引っ越すっていうので、引っ越しちゃうからっていう感じで送っていただきました。オフィスに置こう。これめっちゃいい匂いするね。でしょ？これめちゃくちゃいい匂いするね。びっくり。ありがとうございます。本当にありがとうございます。キラキラ。はい。怖いね。なんかこれ怖いね、しまうの。
ちょっとなんか丁寧に運ぼう。全部新オフィスに持っていきますそうだよ。これでさ、なんかヨガとかやんない？あ、いいねー。ということで最近買ったものを紹介していこうと思います。最後じゃん。これ最近すごいなんか有名な気がしているんですけど、結構私周りのね経営者の方とか使ってる方とかなんか知ってる方多くて、皆さんこれご存知ですか？クラウドノートって言って会議の議事録書くよみたいなボイスレコーダーなんですけど、ちょっと私まだ使ったことなくて、今日この動画を動画回し始めてからちょうど今で27分間ずっとこれ回してたんですね。で今からこの私が喋ってた言葉を実際にどのくらいの精度で書き上げてくれるのかとか、議事録どんな感じにしてくれるんだろうとか、あとねこれなんかマインドマップとかにもしてくれるらしいので、マインドマップにどうやってしてくれるんだろうみたいなのをちょっと実際にリアルにやっていこうかなと思います。でもうちょっと先にこのクラウドの紹介をしていくと、今回私このノートっていうノートタイプを今使っているんですけど、ノートタイプがこの iPhone の後ろに貼れるようになっていて、こんな感じ。はい。でこの中ケースも一緒についてきます。で私はこの中の機械っていうかな、本体はシルバーの色を使っていて、こんな感じで iPhone にペタッと貼って持ち運びができるのでめちゃくちゃ便利だなと思って、はい、こっちのタイプにしました。今私ここで喋っているものを録音しているんですけど、このボタン切り替えることで通話もなんか録音取ってくれるらしいです。めちゃくちゃ便利。これどういう風に使うのがいいんだろうなって私思っていたんですけど、おそらくてか私だったら、私結構なんかいろんな YouTube の撮影とかに行くことが多いので、結構長尺で撮った YouTube を後から聞き直して台本書き直すこと多いんですよ。で台本書き直して編集者に依頼することが多くて、でもその場で撮影のタイミングでこれを回しておいて、その場で議事録に上げてもらって動画の編集しやすいようになんか書き直してくれたら、確かにもう聞き直すことないなと思ってて、多分それで私めっちゃ使えそうだなって思ったのがこのクラウドノートかなと思ってます。あとはなんか電話も録音してくれるから、クライアントさんと電話でなんかちょっと長めに喋る時とか、オンしとくと何話したか忘れることも多分ないし、なんか一日メモ取らなくてもめちゃくちゃ楽だなって思ってます。でいろんな YouTube 見たんですけど、文字起こしの精度がすごい高いらしくって、で今私ノッタとか使ったりするんですけど、あんまり精度高くないなっていうのを思っていたりしたので、この録音の精度がめちゃくちゃ高いっていうのはすごくいいポイントなのかなと思ってます。録音の精度はなんかね 98% 以上って言われてて、なんかオープン AI の Whisper っていうのが入ってるから、なんかそこの精度すごく高いんだって。はい、っていう感じです。でもう一個はその精度が高いっていうのと、誰が何話したのかも分けてくれるから、多分私の声とあなたの声を分けてくれるっぽい。へー、すごいすごいよね。あとなんか英語、中国語、韓国語とかもできるらしい。なんか海外の方との打ち合わせでこれ使えたらめちゃくちゃいいよね。ね、っていう感じなので、ちょっと今のこの喋った今何分になってるかな、今32分間のこの私の、購入品の紹介動画をこの子に議事録書き起こしていただこうと思います。ちょっとやってみるね。これで止めて保存。これ要約を押せばいいんじゃない？はい、そうですね。要約。あれ生成をしたらいいのかな。だからいろいろ出てくるわ。こうやって選べるんだ。自動適用推論、自動適用、コンサルティング、レポート、ディスカッション、タスク割り当て、なんかこんな感じで、ほら何がいいかな。すごくない？ほらめちゃくちゃいろいろ出てくるよ。ディスカッション、コンサルティング、医療相談、ソープ、すごいね。
看護師の人感動しない？ソープだって。なんなんか主観とか、患者の主観、アセスメントプランみたいな。すごいね。あ、じゃあはいはい、で戻しますよ。戻しまして、講義とかあるよ。大学生最高じゃん。それやばい授業聞かなくていいじゃん、これやばくないよ。すごいね。行かないはい、会議メモ。このテンプレートをしよう。これで今すぐ生成。どれぐらい時間かかるんだろう。あ、めっちゃ早いじゃん。30分だけど。あ、文字起こし中だったよ。すごいね。あ、来た。早い、1、2分だったね。すごいよ。議事録、購入品紹介。すげえ。大阪万博での購入品紹介。すごいじゃん。その次なんて書いてる？その次、最近の購入品紹介。すご。1位購入品紹介で、なんか大阪万博の初日を2日目に訪れた際に購入した商品を紹介。具体的にはとか。あ、なんかニフティになってるね、ミッフィーが。あ、でもこっちミッフィーになってるわ。私の発音の問題ですね。最近購入したもの。すごい UFO キャッチャーで撮った白い人形やマリメッコのカルバンなどが含まれるだって。すごいよ。すごくない？に沖縄のキャンドルとディフューザーの紹介とクラウドノートの紹介。はい。すごい。もうバッチリじゃん。すごいね。はい、みたいなことができるんですよ。すごい。うわ、文字起こし全部できてるよ。やば。すごいわ。かわいい。これは冷蔵庫に貼ります。うちの冷蔵庫いろんなもの今貼ってあるんで。すごいね。全部聞いてくれてんじゃん。全部聞いてくれてる。これ議事録でしょ。ほらマインドマップ。これなんか議事録次回の予定みたいなのがマインドマップになってるね。いいな。でもこれ会社で1台あればでかくない？でかい。これ27,500円。27,500円でゲットできます。確かにね、これ会社に1台あるだけででかいね。だから会社で買っちゃえばいいや。確かに。これはなんか素晴らしい。もうほんと頭使わなくなるね。こんな感じで。これだとね、いいよね。なんかどこにいてもなんかサクッとね、っていう。はい、最近の購入品の紹介でした。